も、そのさんチャンネル、そのさんです。ということで、今回は、初心者様向けというか、今後、自転車を購入される方向け、のような内容になってもしまうんですが、ロードバイクやクロスバイクを購入する時の、このフレームサイズの選び方について、私、そのさんなりに平たくちょっとお話をさせていただければと思います。フレームサイズってね、これものすごく大事だったりするんですね。というのが、変えられないからなんですよ。ステムであったり、あとはシートポストの上下、ハンドルの上下やいろんな角度などを変えることによって、乗り心地というのは変えることはできるんですけれども、大元であるこのフレームサイズっていうのは、後に大きくしたりちっちゃくしたりとか、変化を及ぼすことができないんですね。なので、やはり自転車を購入するときにですね、ショップの店員さんなんかとディスカッションをちゃんとしながら、自分の一番合っている適正サイズのフレームを購入するというのが、やはり大事だったりするんですね。フレームサイズの選び方なんですけれども、基本的にはやはり自分の身長から割り出すことにはなると思います。身長をもとに適正サイズというのを選ぶんですが、例えば170センチの方だったらフレームサイズは50ですねとか、身長が185、ものすごく大きい方だったら57、それ以上のサイズというのを選ぶというのがあるんですが、ただこれはあくまで目安なので、身長から割り出した適正サイズで、決めてしまうというのは、私はあまり実はおすすめはしません。というのも、私のこの持っているオルトレ XR3 なんですけれども、フレームサイズは53になります。参考程度にオルトレ XR3 のサイズ表と目安の身長をバッと今、動画では出しているんですが、私が身長170センチで、サイズ表を見ると適正はおそらく50なんですね。最初店員さんにも50で、見積もってもらったとか見てもらったんですけれども、購入の相談をまずしに行って、お店の中にある50のサイズのオルトレ XR3 で見てもらったんですよ、フィッティングを。そうするとなんかね、ちょっと持て余してる感があったみたいで、その後に腕の長さとかいろいろ測ってもらったんですね。そうすると私ね、同身長というかその170センチの男性にしては手足が思いのほか長いそうなんですね。どういうふうに比べてるかわからないんですけどで、店員さんが念のためにと、もう一つあった53のオルトレでフィッティングをしたところバチンと合いまして、で、ちょっといじってる時に、前傾姿勢きつくないですかとかいろいろ聞かれるんですけど、全然余裕で。で、店員さんにもしかして、お兄さんって体柔らかいですかって聞かれたんですよ。で、私実は前屈をすると普通にペタッと手のひらが地面についてしまうぐらい体が柔らかいんですね。で、開脚はあんま得意じゃないんですが、120度ぐらいは開いて前に肘をつきながら本読むっていうことが全然できてしまうぐらいの柔軟性はあるんですよ。すると、ビアンキストアのお兄さん曰く、私の場合はですが、50のオルトレ XR3 のフレームサイズで後に微調整で合わせるよりも、53のフレームサイズで微調整で体に合わせてしまった方が確実に向いていますというふうに案内をされました。なので、身長から大まかな目安としてのフレームサイズというのはやはり出るんですけれども、人それぞれの骨格、手足の長さであったり柔軟性によってフレームサイズっていうのはね、一つぐらい変わってくる可能性があるんですね。ただ、メーカーが変われば、キャノンデールのスーパー6とか BMC のタイムマシーンとかになってくると、サイズ表、フレームサイズの展開もまた変わるので、全然変わってくるとは思うんですね。同メーカー、ビアンキの中でも、オルトレなのか、アリアなのか、スプリントなのかによって、このフレームのジオメトリー、構造や角度なども変わってくるので、また私も53が全部通用するというわけではないと思います。自分の身長をもとにフレームサイズは50だとか53だこれだっていうのを決め打ちとしてやってしまうのは個人的にはあまりよろしくないかなとは思います。目安として身長のフレームサイズを店員さんに告げるのはいいんですけれども、その上で柔軟性とか骨格なども見てもらっ
って自分に一番合ったものを導き出してもらうっていうこの作業はすごく大事だなと思います。フレームサイズはね、もう購入したらもう一生ものというか、もうそれが一発勝負なので、ここはねちょっと細かく妥協せずに、購入時は相談した方がいいと思います。ということで今回はフレームサイズについて平たく私孫さんなりにお話をさせていただきました。学生の方なんかはこれから身長が伸びる可能性なんかも全然あるので、フレームの購入時は結構難しいとは思うんですよ。身長を見越して一つ上のサイズを購入しておいた方がいいのかなとか迷うところはあると思うんですが、私と同じようにもうこれ以上、身長は伸びないだろうという方骨格身長はね大きく変わらないという方は私のおすすめするのは柔軟です。特にこう前屈をした時に地面に指すら当たらないという方はぜひ頑張って柔軟はしてほしいですね。第二関節ぐらいまではペタッと地面についてキープができるぐらいの柔軟性を持っていれば、フレームサイズを選ぶときにちょっと余裕が出るんですよね。50でも53でもいいなというふうに選べることになると思うので、今自転車業界も結構いろんなものが足りていない部品もね状態なので、選択肢を増やすという上でも柔軟はしておいていただければななんて思います。私のルーティン柔軟と肩甲骨トレーニングなんかもいつかね動画にしてみたいなとは思うんですが、それは気分でやってみようかなと思います。ということで今回はこれくらいかな。以上、それではまたお会いしましょう。バイバイ。